ツルくんです。2001年宇宙の旅に出てくるスペースステーション5のプラモデルの方ですね。こちらの方を作っていく動画の第4弾はですね、いよいよ、こちらの、フロントリングとリアリングっていうのがあるんですが、前回はこちらのフロントリングの方ですね、こちらの電飾の作業の方をしていたんですが、今回は、こちらのリアリングの方ですね、後ろ側のリングの組み立ての方をしていきたいと思っています。見ての通りまだ未完成の部分のリングとなっていて、鉄骨がむき出しになっているようなリングですね。リング部分の電気っていうのはついていないんですが、真ん中のドッキングベイの方ですね、こちらの方の中だけは赤く光っているというのが映画の中で表現されています。今回組み立てにあたって塗装の方ですね、組んでから色分けをして塗装していくか、組む前に塗装して組んでいくか、かなりそこら辺で迷ったんですが、とりあえず本体のライトグレーの部分ですね、これはもう個別に塗装してしまって、鉄骨部分については組む前の塗装ということでやっていきたいと思っています。ただし一部筆で塗っていきたいような部分もあるので、今回はですね、水性塗料の方を使っていきたいと考えています。こちらのミスターホビーさんの、アクリジョンの方ですね、水性塗料の方ですね、こちらの、鑑定色ココアブラウンの方ですね、若干赤みがかったような色なんですが、これを塗っていきたいと考えています。かなり部品数の多い部分なんで、結構組み立て大変そうな気はしますが、やっていきたいと思っています。この一部リングが完成している部分ですね、この部分に関してはフロントリングとの整合性を取るために窓を開けてですね、一応こちらの板の方で窓を塞いでというふうに考えています。その場合窓を透けて光が入ってきてしまうので、少しですね、こういった黒い板を中に仕込んで光が抜けないようにですねしようと思っています。こちらの方も電飾してみようかなとも思ったんですが、配線関係がかなりごちゃごちゃになる可能性があるので、今回はリアリングの電飾はしないように考えています。それからですね、塗装をする前にいろいろ準備をしていたんですが、こういったところですね、これワイヤーが伸びてきて本来はつながってるんですが、一部成形不良でこういうふうにワイヤーが切れてしまっている部品というのが入っていました。これに関してはですね、こちらのプラ棒ですね、直径が 0.88 になってるんですが、こちらのプラ棒に差し替えていきたいと考えています。実のところこの成形不良っていうのが、こちらの部品も見ていただけると分かると思うんですが、この部分が成形不良でやっぱり切れていたりして、おそらく皆さん買ったものに関しても少しこういう細い部品に関しては成形不良が出てきていると思いますので、このプラ棒の方ですね、少し用意しておいた方がいいかもしれません。もちろんですね、真鍮線で作り直すとかいう根性のある人はですね、それで構わないんですが、できればですね、最低限の補修をしつつ、キットの部品を使ってですね、組み上げていきたいと思っています。例えばですね、ワイヤーがこの部分で切れてますんで、こんな風にですね、両端を切って新しいプラ棒を接着するという方法で、直してみました。なかなか長さ調整が難しいところではあるんですが、おそらく直し方としてはこんな直し方しかできないと思いますので、皆さんもですね、プラ棒の方はですね、1本ぐらい用意しておいた方が安全かもしれません。リアリングを組み立てる前に、各部品の方の塗装をしてみました。こちらの部品の方が8枚ぐらいあって、それぞれの部品をこう塗装していくんですが、
かなりですね、労力を食うというか、おそらくこのキットを作る上で一番手間なのは、こちらのリアリングの塗装の方ですね。これがむちゃくちゃめんどくさいですね。で、色の方なんですが、基本的には鉄骨の錆止めの色っていうことなんだと思うんですが、私はこちらのミスターホビーさんのアクリジョンの、鑑定色ココアブラウン軍艦選定色ってやつですね。こちらの方を使って、塗ってみました。ネットで鉄骨とか検索して色を見てみると、こっちのこれはタミヤさんのダルレットっていう色なんですが、こちらの赤みが強い色ですね。現代の鉄骨の錆止めという意味では、おそらくこちらのダルレットの方が色的には近いと思います。後々ですね、少しタッチアップっていうかな、例えばゲート処理とかをまた塗っていかなきゃいけないことを考えると、今回は水性の方がいいんじゃないかなということで、水性塗料の方を使っています。各部品の塗装に関してはエアブラシを使って塗っていってるんですが、筆で塗っていくとむちゃくちゃしんどいと思いますね。エアブラシでも部品数がむちゃくちゃ多い上に細かいので、一個一個塗っていくのが非常に手間でしたね。この部品を8枚塗っていくのと、こういった鉄骨部分ですね、こういったものをそのエアブラシで塗っていくのに3時間以上かかってましたからね。いや、正直しんどかったですね。だからこれを筆で塗っていくとなると、また結構ですね、2度塗り3度塗りって考えていくと非常に時間を食う作業になってくると思いますね。こういったところにもこの鉄骨の部分って出てきますので、これに関しては筆塗りで、塗っていっています。この、ある程度できたところに鉄骨をくっつけていくんですが、意外と余裕がなくて、ここら辺のパーツに関しては、フックみたいな形で引っ掛けることができるんですが、このパーツに関しては、このスリット部分に鉄骨を差し込むような形になってるんですね。で、あんまり余裕が正直ないんですよね。なので、ちょっと引っ張りながら作るような形になります。このスポークの直角と、あと水平ですね。ここら辺をうまく取っていくのが結構難しいと思います。これは段ボールの真ん中に穴開けて落とし込んで高さ調整をしてるんですが、少し工夫した付け方が必要かもしれません。で、まず組み立てる前の注意事項なんですが、この鉄骨の部分を先にこの本体の部分に接着するんですが、この鉄骨の部品の裏表っていうのがあるんですね。鉄骨の外側はつるっとしてるんですが、内側に突起があるんですね。で、なんでこの突起があるのかっていうところなんですが、リベットのような表現で、これを外側にするんじゃないかって考える人が結構いると思うんですが、全然違っていて、この突起の間にですね、部品を差し込んでいくような形になってるんですよ。まず絶対間違えないようにしたいのは、この鉄骨の部分ですね。突起があるのがこの内側っていうのを、必ず確認してつけるというところですね。それから鉄骨には短い部分と長い部分っていうのがあって、長い鉄骨部分と短い鉄骨部分の差って1マスぐらいしかないんで間違いやすいんで、これも気をつけた方がいいですね。そうしないと一番最初につまずくような形になりますんで、最初のこの鉄骨の接着ですね、こちらの方は十分注意をしながらやった方がいいですね。今回先に塗装をしながら組んでいってみたんですが、やはり接着するときにですね、接着しづらいというのが一つと、どうしても接着剤がつくと塗料が剥がれるんですね。だからどっちみち組んだ後にまた少し塗装していかなきゃいけないっていうところも出てきます。
組んだ後に塗装する場合は、細かいところまでその塗料が届くのかっていうのが結構難しいかもしれませんね。それからマニュアル的にはリングの内側のこの部品ですね。ちょうどここにつく部品なんですが、これを最初に接着するような形で、マニュアルには書いてあるんですが、これに関しては一番最後につけた方がですね、部品としてはつけやすいような気がします。ちょっとこれがないと固定しづらいっていう部品も出てくるんですけど、こちら側から差し込んでいくような部品が結構あるので、これは一番最後に接着でもいいかと思います。部品の組み立て方は基本的にマニュアルを見ながらやっていくんですが、その順番に関しては少し考えながらやった方がスムーズに進むかと思います。こちら、この鉄骨部分の横につけるパーツですね。こんな形でついてくるんですが、これが非常につけにくいんですよ。で、穴が開いてると思うんですが、こちらの穴の開いているところにですね、ピンを通すような形になるんですが、やはり非常にこのピンに固定しづらいっていうのがありますんで、そういう時はですね、ピンの穴を、通常この丸型のピンの穴なんですが、その、外側をかき切ってですね、こんな U の字型にするんですね。こうすると設置の方がですね、かなりしやすくなるので、もしこのピンの固定の方でつまずいている方はですね、少しこういった形で、U の字型に穴を開けてですね、対応してみるとかなりやりやすくなると思います。コーブリングの方の組み立てがほぼ終わりました。やはり鉄骨部分の部品が多い上にですね、かなり組み立てづらいっていうところが多くてですね、結構苦労しました。また塗装の方ですね、どうしても鉄骨部分の方は塗装が必要になってくるということで、やはり細い材料に塗装を乗せていくっていうのは結構手間でしたね。なおかつ、本数多いですからね、結構塗りにくい場所もあったりしてですね、塗装の方が大変だったっていうことと、鉄骨の方をそれぞれ接着していくんですが、今回先に塗装してしまったためですね、接着面の塗装を少しずつ剥がしながらやっていくっていう手間が結構あって、実際はちょっと塗装剥がさずに接着しちゃったところも結構あるんですけど、そういった場合ですね、この接着の強度がだいぶ落ちてしまうっていうのがあって、あんまりうまくですね、正直接着ができてないっていうところが多いです。部品によってはちょっとこの接合面がうまくいかずに口が開いちゃってるようなところがいくつか出てきてしまっていて、この部分についてはちょっと慎重にやればよかったかなという気がします。鉄骨の接着面についてもですね、一個一個接着していけばですね、全体的に固定できると思うんですけど、最初に私この端と端の方ですね、こういったところを先に接着しちゃったためにですね、真ん中の鉄骨が浮いちゃってうまくこの骨組みの方に接着できてないっていう箇所が結構あります。あとはウェザリングがやっぱ全体的にちょっと強めに出てしまったかなという気がします。やはりウェザリングをしていかないと、こういう細かいパーツがですね、部品としては細いんですけど、実際見ると白のままだと太めに見えてやぼったさが出てきてしまうという感じがありましたんで、結構ウェザリングを濃いめにですねしています。そういったところで全体的にやはり白い宇宙ステーションというよりは、グレーの宇宙ステーションっぽくなってしまったのは若干残念だと思っています。だからウェザリングを前提に作っているのであれば、ベースの色はライトグレーよりは本当にホワイトにしといた方がいいんじゃないかというぐらいな感じですね。正直ライトグレーの上にウェザリングをかぶせると、結構暗い色になってしまって、映画の色とはかなり離れてしまうという感じがします。あとこのコーブリングの中央の部分ですね、こちらのドッキングベイの方がですね、この中央の部分にはまるようになってます。
で、ドッキングベイについては以前に紹介したようにですね、LED ですね、単独の LED を2つ設置しています。こちらの小さい部分の塗装に関してなんですが、ネットショップの完成見本とか見るとこの部分が白になってたりするんですが、実際にはマニュアルの通りですね、この部分は、鉄骨と同じ色になってます。で、この小さい部分の先の部分なんですが、マニュアルだと鉄骨色になってしまっています。ここら辺は映画で確認するとわかるんですが、この部分に関しては本体のライトグレーの色になってますんで、結構ここら辺の塗装を間違えてる作例ってあるんで、十分注意してやっていただければと思います。ドッキングベイについては、前に紹介した通りですね、 LED を仕込んでありますんで、この磁石の棒を差し込むことによって、こんな形で赤くつくようになっています。おそらくこのスペースステーションの一番の難関って、ここの後部のリングの鉄骨部分だと思うんですよ。で、以前に紹介したディスカバリー号のプラモデルですね、あれも小さい部品をこう山ほどくっつけていくようなプラモデルなんですが、今回の宇宙ステーションについてもですね、この鉄骨部分の部品が山ほどあって、それを一個一個組んでって、なおかつ塗装しなきゃいけないっていう、かなり難易度の高い部分ですね。あと中央のこういった細いパイプなんかもありますんで、今回の宇宙ステーションのプラモデルの中で一番難易度の高いのはこちらの後部リングという形になると思います。あとは電飾よりもさらに難しいようなイメージでしたね。この後はですね、全部のリングと後部のリングを接続して、一応完成というふうに考えています。引き続きですね、作っていきたいと思います。今回の動画は以上となりますので、また次回の動画でお会いいたしましょう。